皆さんこんにちは。今ね、退去するお部屋にやってきております。これから同棲する方とか何かのね参考になればなと思いますので、同棲を解消するお部屋のルームツアーを行っていきたいと思います。それではスタート。はい、まずは玄関ですね。本当にシンプルな感じですね。で、この左手にシューズボックスがあります。上からね下まであるものでかなり便利でした。2人いたら、ちょうどぐらいでしたかね。お互いそんなに靴の趣味とかがないんでそんなに多くなかったっていうのもあるんですけど、標準ぐらいだったらギリ収まるかなってぐらいですね。で、こっち側うっすら見えてますね。ここが洗面台です。私ザ・賃貸っていう洗面台が嫌で、もう本当にこの洗面台の鏡結構こだわってました。だからこの鏡はもう本当すっごい大きいんです。なんかここすごい気に入ってました。はい。で、下もガラスでね。で、収納がねないんで自分で無印でボックスを買って置いてました。かわいい。この左手がここが洗濯機置き場ですね。こうやって閉めれるようになってるんです。生活感が見えないのいいですよね。ただ私ドラムを買ってここが閉めれないっていうはい、カバー的に閉めれなかったんですよね。なんで普段私はここをよいしょこうやってもう開けて使わざるを得なかったっていう状況ですね。ここにねボタンが、お風呂場のボタンがあるんですけど結構押しにくかった。これ以上いかないんですよ、この部分がでしたね。で、この左手がお風呂です。はい、こんな感じ。ここねテレビがついてるんですね。私はテレビを持ってないのでかなりあそこから今時の情報を得ることが多かったです玄関から入ってこの左手、ここがトイレですね。もう至ってシンプルなトイレです。このトイレは便座があったかくならないんですよね。だからここの部屋を借りるときは便座あったかくならないなと思ったんですけど、部屋の広さを重視してあったかくならなくてもいいっていう風で我慢しました。ここははい、よくある便座シートとかを100均で買ってそれを貼って座るみたいな感じで使ってました。便座あったかくなった方がやっぱり掃除しやすいですよね。このトイレの反対側が何回かね動画でも出てきたと思うんですけど、大きいクローゼットです。棚も何もないクローゼットなんで、私はここにニトリでね買った一番サイズの大きいラックを買い、この中で組み立てましたね。組み立ててから入れようと思ったら入らなくて一旦解体して、でもう一回中で組み立てるという戦いをした覚えがあります。クーラーも効かせずやったような気がするで、ここがリビングですね。リビングがこういった感じで、ちょっとね物が置いてあってすいません。
こういった感じで入って右手がオープンキッチンになってます。で向かいが窓っていう感じですね。リビングに唯一エアコンが1台ついてます。だから夏とかは本当に寝室の方の扉を開けて扇風機でこのエアコンの風を送って寝るって感じでしたね。ここのねなんか羽の部分が築年数を物語ってますねちょっと黄ばんでるで天井がね高いんですよ。ここの物件すごいそれが良くて、私背高い方なんでやっぱ天井結構気にしちゃいますね。あと窓の広さすっごい広いんで、はい、キッチンはこんな感じでめちゃめちゃシンプルですね。コンロ2口です。あとここ回すだけ。グリルはないです。でも別に不便はなかったですはい。ただねここがねすっごい狭くてね、まな板すらも危ういっていう幅ですねだから料理は大変でしたね。そんな私凝った料理してないんであれだったんですけど、ここはねここにボタンがあって、これを押すとこうやってこのね下がライトがついてここが光るっていう謎のライトがありました。ほぼほぼ使ったことはないですね。はい。でここは中がこんな感じです。なんかちょっと汚くてごめんなさい。なんかこんな感じでした。収納っていう収納がもう本当に大きい感じであったんで、ここもニトリのこう段差横の幅とかが伸縮可能な段を買って2個入れてましたね。ちょっと収納面は大変だったかな。上も収納がないのでほんとキッチンのものを入れるっていうのがこの下しかなかったのでちょっと大変でした。でここに冷蔵庫と中ぐらいのサイズのニトリで買ったラックを置いて物を置くっていう形で生活しておりました。はい、じゃあこのリビング入った左側ですね。ここにねまたちょっと細めのクローゼットがあるんですけど、ここも棚も何もないっていう状態だったので、ここにもニトリのラックを置いてました。でこちら左に進むとここが7畳のお部屋になっております。ここは主に寝室として使ってました。でここにねベッドを置いて、であっちの奥のウォークインは彼が使用するクローゼットっていう形で、私は一切ここは使いませんでした。でここですね、ベランダとは別でねこうやって外に出れる、なんていうんだろう、ミニベランダみたいな感じですかね。こうやってねすごい見晴らしがいいんです。私は本当はここにこう一人掛けの椅子とかを置いて、なんか夏の夜とかね星とか見ながらくつろぐっていう予定でいましたまだね何もできないまま退去っていう感じですねそうここすごいね活用したかったんですけど、なんか夕日をコロンちゃんと眺めるっていうぐらいでしたね。すごいほんと見晴らしがここはいいで、すごいお気に入りのベランダです。ベランダ
でもう一部屋、この部屋は私が主に動画を撮影していた作業部屋ですね。この辺に机置いてとか、あっちの辺に机置いてとかやってましたね。で撮影をしてました。主にここが多かったかなって感じですね。ここの大きいクローゼットが私のクローゼットとして使ってました。パンパンでしたね。こんだけ大きいんですけど、だからかなり断捨離した方じゃないかなと思います今の住んでるお部屋こんなにないんで、かけるとこも結構断捨離しましたね。こういう感じですね。はい、そんな感じですね。なんか物がないからさ、あっという間に終わっちゃったんだけど、一応私のお部屋は、2LDK のお部屋でした。キッチンが入った大きなお部屋が1つと、7畳ぐらいのお部屋が2つっていう間取りでした。ペットも2匹飼えるってことで、今はねコロンちゃんしかいないんですけど、ペット2匹可のお家でした。ほんとね、場所も良くてね気に入ってたんですけど、やっぱ何かしら妥協は必要ですね。私はこの物件でまずトイレの温水便座が温まらないトイレだったっていうのを我慢したし、あとは全体的にちょっと古いですね古いです。築20年ぐらいだったと思うんですけど、私は別に築30年とか言っててもいいって思うタイプなんで、綺麗で30年だったらいいみたいな感じだったんで別に良かったんですけど、ちょっとやっぱりなんかこういうなんか元からある設備が結構やっぱり黄ばみが出てますね。ここら辺はねどうしようもできないんであれなんですけど、やっぱこうちょっと年季があるなっていう感じはところどころありますね。であと妥協点か、もうそんなに言ってもねトイレぐらいかなって感じなんですけど、あとちょっと電気が独特だからさ、なんかあんまりいじれないっていうか、蛍光灯が奥に入ってる感じのタイプですね。でなんでよくあるなんていうのシーリングライトみたいなのはないですね。はい、いつもここの奥の光で夜は生活してました。近隣の方もすごいいい人だったし、ここを離れるのは残念だなって思うんですけど、強いて言うなら住んでから気づいたことといえば、キッチンがオープンキッチンじゃない方がいいってことはしみじみ思いました。このね物件だと本当に上が換気扇って感じで、前も何もないんですよね。もう油が飛びまくって空中に、でもうこの荷とかにねあるものとかも全部ベタベタです。はい、なんでオープンキッチンにするとしても、せめてコンロのこの部分は壁があるとこじゃないともうやばいですね。キッチンのこっち側にコロンちゃんのハウス置いてたんですけど、ベタベタです。でこの反対側の今ねこれ Wi-Fi 置いてあるんですけど、この Wi-Fi すらもベタベタで、ここにアレクサ置いてて、ボール型のそのアレクサもベタベタです。なのでこんだけのオープンなキッチンはちょっと次からは控えようかなみたいな思いましたね。1年ぐらいしか住んでないんですけど、本当に私はその1年間
ほぼずっと YouTube で動画編集してこのお家にずっといたんで、多分働きに出てる人が住んでる時間の倍ぐらいはいたんでほんと 2,3 年いるぐらいの感じなんですよね。で今日ねあと30分ぐらいで管理会社の方が来るんですけど、無事に追加料金とか取られずに退去できたらなと思います。もうね出費たくさんしてるんで本当にすんなりと出たいですまたこの後どうなったかはお伝えしたいと思います。こんな感じでルームツアーはあっけなく終わっちゃうんですけど、何を妥協するかですね。お部屋決める時って築年数は古くていいから部屋は広いのがいいっていうタイプなんですね。だから今回も結構広いお部屋だったし、その分築年数が古いから家賃も安いよっていう物件でしたね。はい、そんな感じで同棲解消のお部屋ルームツアーでした。何か参考になれば嬉しいです。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではね、またはちゃめちゃなアラサー女の生活 Vlog で上げていこうと思いますのでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。お家にありがとねって言うんだよ。お家にありがとねって。